皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、国民民主党の掲げる基礎控除額の大幅な引き上げによる減税策についてのお話をしようと思います。衆議院選挙の結果によって自公政権は少数与党へと転落しました。それに伴って今、野党の協力もなければ予算案や法案といったものをなかなか通すことができない状況に陥っています。そうした状況の中で野党の中から政策実現のために自公政権と政策協議に臨もうとしているのが国民民主党です。国民民主党は控除額の大幅な引き上げによって7兆円から8兆円にもなる減税策を自公政権に飲ませようとしています。しかし、これに対して自民党が反対するだけではなく、野党の中からも批判が大いに浴びせられ、さらには報道機関も積極的に国民民主党の政策を飲めば、国家財政に大きな穴が開くではないかといったような形でこれを否定的に報道するようになっています。しかしこの批判は本当に妥当なものなのでしょうか？私は全くそのようには思いません。というわけで今回は国民民主党の掲げる控除額の大幅な引き上げに伴う減税策、この関連の話で目立つものをちょっと取り上げておきましょう。ただし、この話題をするときにちょっと前提条件として私の話をしなければなりません。つい先日私の投稿した動画の中で国民民主党の参議院選挙の候補者募集に申し込みをする予定だという話をしました。ですからこの話題について私は全くの無関係な人間ではないといったところもちょっと前提に話を聞いてください。毎日新聞の報道です。103万円の壁解消に直接補填、国民民主自公への要望原案判明。国民民主党が週内に予定している自民党や公明党との政策協議で2024年度補正予算案などへの反映を求める具体策の原案が6日判明した。国民民主関係者が明らかにした。所得税がかかり始める年収103万円の壁の解消に向け、年末調整による勤労者への直接補填などを行うべきだとした。8日に国民民主の浜口誠政調会長が自公の政調会長らに案を提示し、それぞれ個別に協議する見通しだ。103万円の壁への対応として、年末調整による補填のほか、壁越えによる手取り収入減対策をする企業、政府が支援する年収の壁、支援強化パッケージ拡充などを求める。ガソリン税を一部軽減するトリガー条項の凍結解除や電気代、ガス代の引き下げも要求。地震や豪雨で被災した能登半島の復旧復興に向け、体育館へのエアコン設置、災害救助法で対象外となっている災害公営住宅の用地費、造成費費援、能登国立公園内の被災設備の復旧費に対する災害対応特例の適用なども必要だとした。国民民主は要望項目取りまとめのための会合を国会内で開催。玉木雄一郎代表は会合で抜本的な改正は税制改正などを伴うが、前倒しで補正対応できるものについては、エネルギー価格の高騰対策も含め、速やかに一つ一つ実現につなげていきたいと述べた。このように毎日新聞が報じているわけですが、国民民主党代表の玉木氏は、この記事について X でこのように発言しています。こんな案を決めた事実はありません。国民民主党はあくまで基礎控除等の拡大による103万円の壁の178万円への引き上げを求めています。と完全否定しました。毎日新聞の記事の中では、年末調整時に補填するであるとか、企業に対する支援パッケージを用意することなどで対応するといった案が書かれていました。しかし、これは一体誰の案なのかちょっとわからないところで話が進んでいるようで、毎日新聞の記事ははっきり言えば誤報レベルかもしれません。他にも、現在報道機関はこの控除額の大幅な引き上げに際して7兆円、8兆円といった額が税収として取れなくなるではないかといったことが批判的に報じられています。この点に関しても玉木氏はこのように反論を行っています。壁の見直し、財源は剰余金、国民玉木氏、税収減めぐり。国民民主党の玉木氏は所得税の負担が生じる年収103万円の壁見直しによって大幅な税収減が見込まれることについて予算の使い残しや税収の上振れ分で賄えるとの認識を示した。去年は使い残しの予算が7兆円、一昨年は11兆円ある。
税収も去年は見込みより 2.5 兆円上振れしていると指摘。きちんと精査すれば7兆円くらいの減税は十分できる。財源の問題というより取りすぎているものを戻そうということだとして税収減を理由とする慎重論に反論した。この件について玉木氏は X で数字を示しながら十分対応できることを示しています。予算の使い残しや税収の上振れについて言及しているのに、なんで見出しが財源は剰余金になるのだろう。剰余金は増えていますが、さすがに剰余金だけでは財源にはなりません。時事通信さん見出しの訂正をお願いします。参考資料貼っておきます。ということで、玉木氏が示した資料がこちら。控除103万円から178万円まで7兆円の財源が大丈夫かについて。ここで取り上げられている項目は3つ。まず第1に税収の上振れ。そしてもう一つが予算の使い残し。最後に外為特会の剰余金。税収の上振れというのは国家予算を組むときには当然のようにどのくらいのお金が入ってくるかなということを想定はするわけですが、現実にどうなるかは1年が終わってみなければわかりません。そして2022年は想定よりも 5.9 兆円税収が上振れし、2023年には同じく税収は 2.5 兆円上振れしました。さらにはもう一度予算については最初に決めるわけですが、終わってみれば残ったお金というのもあるわけです。それが2022年には 11.3 兆円が予算が使い残しであり、2023年には 6.9 兆円も予算が使い残しとなりました。最後の項目、外為特会。外為特会はおそらく外貨準備等と同じくアメリカの国債など金融商品もかなり入っているでしょうから、利子配当などが入ってくるのでしょう。そうしたお金が2022年が 3.5 兆円、2023年が 3.8 兆円となっています。つまり、控除額を引き上げすることによって税収減になる。これを生み合わせるためのお金どっから持ってくるかといえば、外為特会の剰余金3兆円から4兆円程度に加えて、税収の上振れを加えて、さらには使い残しの予算も発生することをある程度考えれば、十分に穴埋めはできるというわけです。特にデフレからインフレへと転換した状況にあっては、税収は徐々に増えていくものです。ですから、経済に対する基本的な姿勢として、積極財政の方針を取り、それに基づく政策実施というのを基本にすれば、十分に財政に大きな穴が開くことはないというのがわかります。政権側である自民党や公明党が減税策に反対するというのは、彼らにしてみれば使えるお金が減るというような感覚でしょうから、それに伴って反対するというのは、わからないわけではないわけですが、ところがこの話ちょっとおかしいのは、同じ野党でも立憲民主党などは積極的にこの控除額の引き上げに対しては反対している議員が結構目立ちます。しかもその立憲民主党は野田党首はこの基本方針に対して協力姿勢を示しているのに対して所属議員の中からいやいや私たちはそんな話は聞いていないとして国民民主への批判を繰り返し行っているというかなりカオスな状態になっています。ただここで考えなければならないのは税収が減るからとして減税策を否定するのが政権与党だけではなく野党というのは自分たちの言っていることを否定するような話で私は全く合理性がないと思います。というのも自民党は基本的に減税策はほとんど言わないわけですが野党の場合だと選挙の際に減税策というのはどこの党もある程度は打ち出してくることがあります。ところが税収が減ることそれ自体を今回野党の他の議員は攻撃しているわけですからじゃああなたの党は以後税収が減るような減税策は打ち出さないんですかという話になるわけです。おそらくそのようなブーメランは全く気にせず今は国民民主党を攻撃することに一生懸命なように私には見えます。そもそも論として控除額の設定がされた年より今は最低時給も上がり物価も上がりと基本的には年月の経過に伴って状況が変わっているわけですから控除額を引き上げることそれ自体は何らおかしなことではありません。むしろ本当であれば10年に1回でも見直しをして機械的に変動があってもよかったはずです。とはいえこうした減税策についてはどんなに議会の状況の中で自民党公明党が協力を求めている状態であったとしても政策そのものを完全に飲ませることができるかどうかというのは
これからの駆け引きにかかっていて、本当に実現するかどうかは当然のように今のところは全くわかりません。ただ、今回の議論に伴って控除額を引き上げるべきだ。なんでずっと変わらないまま固定されていたのかと疑問に思った人は必ず多くいるはずですから、たとえ178万円という目標額に対して満点ではなかったとしても、必ずいずれかの額へと引き上げさせることは十分合理的な動きなはずです。あなたはこの問題についてどのように思われるでしょうか。ぜひともコメントしてください。なお、国民民主党についての話をしたので、ついでにいくつかの話を合わせてしておきましょう。というのも、国民民主党への候補者募集に対して申し込みをするという話をしたときに、政策の一律がどのくらいかについての話をある程度しておかなければならないでしょう。まず第一に安全保障についての話をたくさんしましたが、基本的にこの問題に関して大きな問題はないでしょう。というか、安全保障問題で防衛力を強化しようという政策を掲げている党は非常に多く、その点で大きく差が出るようなところはほとんどないはずです。自衛隊を違憲だとしていたり、もしくは中国の脅威など存在しないと言っている政党は除きます。そうした自衛隊に対して非常に毛嫌いしている人たちの中には、同じく現在でも反原発の人たちもたくさんいます。この点に関して私は以前からお話をしていますが、日本のエネルギー政策の未来は、最終的なゴールは核融合発電までつなげることで、その核融合発電につなげるまでの主力の電源としては、私は原子力はこれからもまだまだ使うべきだと考えています。地震対策を行った原発に対しては再稼働を進めていくべきですし、今の時代に合った最先端の安全性の高い原子力発電システムなどについても各国が開発競争をしており、実際に建造をしていきます。日本は海外からのエネルギー輸入に非常に頼っている状態ですから、そこからの脱却を図れる核融合を実現するまでは、安定的に大出力を誇る原発はまだまだ活用の価値があると私は考えています。他にインターネット上では反発や反論、そして拒否感が強いものとしてマイナ保険証の話題があります。インターネット上では個人情報の保護問題について不安視する人が多く、そのためにマイナ保険証なんてやめるべきだというような人たちがいるわけですが、私は現在の紙の保険証の方こそ非常に問題が大きいと思っています。従来の紙の保険証というのは顔写真がないものですから、保険証を持ってきた人が本当に本人なのかどうかは誰にもわからないと言えます。もちろん男女が逆転していたり、あからさまに表記されている名前と窓口にやってきた人の要望が全くリンクしないような極端な例を除けば、不正使用の温床にもなります。例えば、普段は全く健康保険料を納めておらず、持つことのできないような人でも、病院にかかりたい時だけ誰かから借りて不正使用したとしても、それを発見することは非常に困難でしょう。また現在は薬の大量取得などについても、これを停止させるためのシステムが非常に不完全で、販売目的での薬の取得と、それに伴って発生するオーバードーズ、薬の過剰摂取問題なども発生しています。また、個人情報が漏れるという不安の中には、明らかな勘違いも含まれていることは言っておかなければならないでしょう。マイナカードはあくまでも個人認証の鍵のようなもので、個人情報全部があのカードの中に含まれているわけではありません。しかし、あたかもマイナカードにありとあらゆる個人情報が詰まっていると勘違いしている人もいます。また、こういった話題をすると偽造できるじゃないかというような話をされる方がいますが、見た目は偽造できたとしても、そのチップの部分については偽造できているわけではありません。目視確認するときに見た目だけ偽造できていればいいといったようなものについては確かに突破されることがあるわけですが、認証装置にかけた場合通らないわけですから、不正使用は大幅に防ぐことができます。他に前回の動画のコメントもあったのですが、国民民主党は女系天皇や女性天皇を推進しているではないかといったコメントをした人がいるのですが、これは完全なデマです。現在の国民民主党の皇室関連の基本政策としては、男系男子の
この流れはまずはしっかりと守り、その上で一旦皇籍を離れてしまっている人たちの中から男系男子の人たちを皇室典範を改正し、皇籍復帰を目指すといったことなどが述べられています。ですから女系天皇を目指すといったような話は全くのデマです。問題があってそれを批判するというのは当然のようにどんな場面でも大事なことなのですが、間違った情報に基づく批判というのはそれは的外れなだけで、意見としてはただ単に間違っているだけの話です。インターネット上にはどうしてもこうした間違い情報をもとにして視聴数を稼ぎたいというような情報発信者がいますから、そうした人にはなるべく引っかからないようにしましょう。そうした人の場合だと、四六時中嘘で嘘を固めているようなこともしている場合があるので、周りからどのような評価を受けている人かといったことも一旦調べてみると良いでしょう。たまに間違えてしまうといったことは誰にでもあるわけなので、その時は仕方ないといった感じで訂正を求めれば良いと私は思います。人間誰でもミスはするものです。というわけで今回は国民民主党の掲げている控除額の大幅な引き上げに関して今報道機関も同じ野党からも批判の声が上がっていますが、私はこの基本方針は国民のためになると思います。特に学生やパートアルバイトといった人たちは年末になれば働き方を調整し、それに伴って企業側も年末の忙しさに対応できないといった問題を抱えています。控除額を引き上げることによってより働きやすく、そして企業の方も企業活動しやすくなり、さらにはそれによって手元に残るお金が増えれば生活しやすくなる人が確実に増えるというのは一体誰が損するというのでしょう。あなたはこの問題についてどのように思われたでしょうか。ちなみに最後に一言だけ、国民民主党の候補者募集の要項の中にあったまずは論文書いてねといった部分、ちょっとまだ書けていません。小論文なんですが、もう文章を書くといったことをするのも久しぶりなぐらいなものなので、いっそのことを自分が話したものを文字起こしして文章に落とし込めようかなみたいなことも思います。話し言葉と書き言葉、この違いも大きいので、とにかく慣れないことをするのは大変だなとちょっと難航中です。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。